マリサ。なんだ。漢字を勉強していたらこういうのに出会ったんだけど。これはセンチメートル。って読みの国字だな。これってなんで生まれたの？あと、なんで今使われていないの？言われてみれば確かにだな。じゃあ、今回はこの漢字たちはなぜ生まれ、使われなくなったのか。この漢字の歴史を解説していこう。よろしくお願いしまうま。では、レッツゴー。さっさと漢字解説。では、まずは単位の漢字についておさらいだ。さっきレイムが言ってくれた漢字というのは単位を表し、漢字検定で言うと1級レベルの漢字だな。そして、これは国字の一つだ。国字というのは日本国内で作られた漢字のことだな。ほうほう。この漢字以外にも、このように単位を表す漢字というのはあってだな。レイムが言ってくれたのは、このうちの一つ、というわけだ。多すぎ。これらの中には国字じゃないもの。例えばこの漢字なんかは日本で作られたわけではない。粉、として元から存在していた漢字だが、単位を表す漢字を作成する上で偶然にも一致した例であると言える。だからここにある漢字すべてが国字であるとは言えない。この場合は日本独自の漢字国字、というより、日本独自の読み方である国訓、といった方が適切だ。じゃあ、リットル、とかメートル、とかも国訓に入るわよね。その通りだぜ。ここでこの漢字の量を見てこの漢字すべて覚えるの大変じゃね？と思うかもしれないが、規則があって、それを知れば簡単だ。これらの字は、左右に分けてみると仕組みがわかりやすいな。左右で、それぞれ役割が違うの？まず左側は、何の単位なのかを表している。米はメートル、率はリットル、瓦はグラムを表すんだ。一方右側はというと、その基本単位を何倍するか、あるいは何分の1にするかを表しているぜ。10、100、1000はわかりやすいな。それぞれ10倍、100倍、1000倍だ。それなら、輪、毛は？これは、昔の日本で小さな量を表すために使われた名称だ。例えば長さでは、一寸の10分の1が1部、1分の10分の1が1輪、1輪の10分の1が1毛になる。ということは、部は10分の1、輪は100分の1、毛は1000分の1になるのね。その通りだ。だから、ここでも部は0.1倍、輪は0.01倍、毛は0.001倍を表しているんだ。それで左側の単位と、右側の倍率を組み合わせる。メートルを表すこの漢字で見てみよう。メートルに毛を組み合わせた漢字は1000分の1メートル。つまりミリメートルだ。メートルに輪を組み合わせた漢字は100分の1メートル。つまりセンチメートル。メートルに部を組み合わせた漢字は10分の1メートル。つまりデシメートルだな。そしてメートルだけなら、そのまま1メートルを表す。今度は、1メートルより大きい方を見よう。メートル20を組み合わせた漢字は、10メートル、つまりデカメートル。メートル200を組み合わせた漢字は、100メートル、つまりヘクトメートル。メートル2000を組み合わせた漢字は、1000メートル、つまりキロメートルになる。小さい方から並べると、ミリ、センチ、デシ、メートル、デカ、ヘクト、キロになるのね。そうだ、左側で基本単位を示し、右側で倍率を示し、これがそれぞれの読み方になるな。これは、リットルであっても、グラムであっても同じなんだぜ。とまあ、この漢字たちが何なのか分かったところで、なぜこの漢字が生まれたのか歴史をたどっていこうか。まず、いつ頃から使われ始めたのかということだが、これは1891年7月、気象庁の前身である中央気象台が、この漢字22字を記載したことから始まるぜ。1891年ってことは明治24年ね。そう、なので単位の漢字は明治時代から始まっている。これを見るとなんかセンチヘクタール、もあるわね。そうだな、さっきは説明しなかったが、これも立派な単位の漢字だ。平方メートル換算すると1ヘクタールは1万平方メートル。1R は100平方メートル。1センチ R は1平方メートルだな。浮かん無理の下に無理やり100とか輪とか入れてるのがなかなか面白いわね。ここで、なんでわざわざこの漢字を使ってセンチメートルとかを表し、使うことになったのかだが、これは結構明確に書かれていて、一つの理由としてはメートル、ミリメートルのような長い文字を書くのは不便だからだ。このように漢字一字にぐっと縮めることで、便利になる。そのように考え作られたわけだな。そういや、ここ、ミリリットルとキロリットルはこの時にはまだないのね。そうだな、ミリリットルとキロリットルはこの時点で記載されておらず、後々出てくる。ここではまだ出てきていないんだぜ。まあ、このようにして作られたものの、最初、この漢字たちというのはほとんど広まらなかったようだ。ただ、1903年、明治36年には土曜工法施行細則という法令の定めの中に、略字として、さっきの漢字のうち13字が選ばれている。長さや容積、重さを測り表すとき、
センチメートル、やリットル、などの単位の名称には、その種類に応じて、この略字を使ってもよい。として、これらの漢字について使用 OK だ。としたわけだ。ここでは法令について話したが、その他にも、辞書であったり教科書であったりと、徐々にこの漢字が現れ、使われ始めるんだ。1909年、明治42年になるとさっきレイムが言っていた。ミリリットル、とキロリットル、が出てくるな。おお、これで揃ったわけね。その他にも、道路や鉄道などのキロメートルを単位とする距離の運賃を意味するキロ定運賃、や、キログラムの量で計算し運賃を決める扱いで使われているキログラム扱い、といった言葉もある。単に一字の単体で漢字の単位が使われるだけじゃなく、二字以上の漢字を組み合わせ、一つの意味を表す、いわゆる熟字、としても機能するようになった。そして今までは公的な文書に使われていた例を挙げたが、一般的なものにも使われていて、文学においても、太宰治や江戸川乱歩といった文豪が使っているし、実際使われている写真は入手できなかったものの、1934年に刊行されたデコボコ黒ベイという児童向けの漫画には50万キロ、と使われていたりするらしい。1933年からは、現在の文部科学省の立ち位置である文部省が、小学国語特本、という教科書を刊行しているが、その中にもセンチメートル、と使われていることが確認できるため、学校教育を通してでも、この漢字が教えられたと考えられるよな。もちろん、センチメートル、メートル、全部が全部この漢字にとって変わって使われていたわけではないものの、非常に広く、一般的に普及していたことは十分わかるんだぜ。ちなみに、グラフを見れば一発でその様子がわかる。例えば、キロメートル、で調べてみよう。図書や雑誌の中でどれぐらい使われているかの頻度を年代別に表したグラフだ。年代はこの漢字が出てきた1891年から現代に近い1990年までを表している。1990年までなの？今回使ったデータベースで、図書が刊行された年代は1960年代、雑誌は刊行年代が1990年代までの資料が主な対象範囲だから、明確なデータが出なさそうな1990年以降は省かせてもらった。これでもまだ見にくいので、切り取って、まあ、これを見ると1925年あたりから右肩上がりになっていて、1930年代でピークになっている。ここを見てもどれだけ普及していたかというのが明確にわかるぜ。でも、その後減って、また上がっているわよね。どうしてかしら？おそらく、だが、この最低点というのは1945年で、第二次世界大戦が終結した年だ。この当時、第二次世界大戦が終結した年の前後では紙が不足していたり、空襲で出版社、印刷所などが消失したり、本を出せない状況だったからだろう。ちなみに1945年に新刊書籍、として数えられた出版物は658点だということが分かっており、非常に少ないんだぜ。その後は出版物も増えているが、まあ、1950年以降はなだらかに下がっているので、単純に使われなくなっていったことも言えるが、といったところだな。なるほど、そういうこともグラフに現れているということね。まあ、話を戻して、補足としてキロメートル、の他に、キログラム、キロリットル、センチメートル、ミリメートル、のグラフも出し、比較してみよう。するとこうだな。さっきは赤がキロメートル、だったが、今回は赤がセンチメートル、水色がキロメートル、緑がミリメートル、茶色がキログラム、紫がキロリットルになっているのでちょっと注意だ。これを見ると、センチメートル、キロメートル、ミリメートル、キログラム、が似たような傾向を示すも頻度としては少しバラバラで、キロリットルに関してはほとんど使われていないことがわかる。これは、キロリットル自体、使うところが限られているからかもしれないな。このグラフから見ると、同じく単位を示す漢字でも、使われる頻度には差があったということがわかるな。そして、これを見ても、1930年代でかなり使われたことは間違いないと言えそうだな。それだけ広まっていたとは驚きね。そして、日本だけにとどまらず、単位の漢字たちというのは海外でも使われたり、影響されたりするようになっていく。海外でも？例えば中国だ。中国では、日本で使われていた単位の漢字たちを取り入れようか取り入れまいかという議論があったり、日本で使われた単位の漢字を参考にして、日本では、この漢字がグラム、を表していたが、中国ではこれはワット、を表していたので、この漢字をグラム、として、新しく中国での単位の漢字を作っているんだよな。他にも台湾や満州、日本に統治された地域というのは使用が強制されていったんだ。台湾では日本語で書かれているものにはなるが、食塩 100kg と書かれていて、満州国の中国語新聞では、ここに 50kg と書かれて使われているな。
他にも朝鮮、韓国に関しても同じように、日本の統治の影響から、単位の漢字を使うよう定められていて、このように、キログラム、が使われているな。なるほど、そういう経緯なのね。また、韓国に関して言うと、韓国での道路において、日本人と韓国人の両方に意味が通じるようにと、道路標識の記載をハングルから漢字にして速度〇〇キロメートルとしたところ、日本人の事故が少なくなったという話もあるようだ。漢字に変えて事故が減るというのはなかなか興味深いわね。解説はいかがだっただろうか。今回は前編ということで、どのようにして生まれ、どうなっていったのかを話した。単位の漢字の歴史をたどっていくと、様々な歴史が絡み合っているということが分かってもらえただろうか。後編では、現代の私たちがなぜこのような単位の漢字を見かけることがなくなったのか、このことを重点的に話していくぜ。これは次も見逃せないわね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。